供が絶対にいじめられると思います。本当にそうなのかなっていう。そういう授業ってあった？なかった。なかったよね。そんなに偏見ないんだってびっくりした。2人って付き合ってるのみたいな感じで普通に聞いてきたりとか。皆さんこんにちは、ぽっちです。みちこです。イエイ、ハッピーライフチャンネルです。前回の動画でこういう誹謗中傷みたいな言われちゃうよみたいな、そう言われちゃうよっていうことをお伝えしたかと思うんですけど、そういう意見をね聞いてショックを受ける視聴者さんっていうのも絶対たくさんいると思って、私たちは公の場に出てるからこういうことを言われちゃうんですけど、そんなことはないんじゃないかなっていうふうに思って、ちょっとそういうね動画を撮りたいなと思って。前回はちょっと悲しませてしまったと思うんですよ、正直ね。結構だから今日はハッピーな感じで。ハッピーかわかんないハッピーかわかんない。でもそんな世間厳しくないぞってハッピー人間みたいな思われてっていうこと。でも普通にそうじゃないっていうことと、普通にそうじゃないっていう私たちの思ってることと、そうだよっていう実際見てきたこと。ああ、そうだね。そう私たちがそう実際に体感して思っていること、その周りからの意見っていうよりは、そう感じてるっていうことを伝えられたらなと思います。この前の動画で言われた批判意見の中に、子供が絶対にいじめられると思いますっていう、そういうご意見、まだ世の中はそんなに理解ができないので甘く考えすぎですよみたいなご意見がかなりあったんですけど、それに関して本当にそうなのかなっていうところを考えてしまいまして、考えてしまいまして、そんなことははっきりとないですって言うのはあれかと思うんだけど、ほぼないと思います。私たちももちろん心配する部分ではあるんだけど、今の小学校、今の中学校がどうなってるかって正直知らない方たくさんいるんじゃないかなと思って、私たちちょくちょく、学生さん、中高大生さん中高大学生さんとかのなんだろう、取材、授業の期間でインタビューしたいですとか、学校内のプロジェクトに参加しててインタビューしたいですとか、ご意見聞きたいですとかっていうの、卒論とか、最近ボランティアでさせていただいたりすることもちょくちょくやってて、結構印象に残ってるのは、小学生に伝えたい LGBTQについてのことをなんか分かりやすく小学生に伝えたいっていう学生さん、まずそういう授業であった？なかったよね。なんかもともとすごく寛容というかっていう学校ではあるのかもしれないけど、そんなのさ昔から考えたらありえない、そんな授業ってないじゃんっていう。で本当に結構たくさん DM とかもいただけない、こういう今卒論で書きたいとか、そんなこと書くみたいな、そんなことを広めるサークルがあるとか、だからなんかそういうのに少しでも貢献して世の中変わってほしいっていうのもあるけど、将来の子供たちがどういう環境で育つのかなっていうのもなんか知りたいっていうのもあって、ちょっとこうそういう子供たちと学生さんたちと会話をする機会っていうのがちょくちょくあって、私は正直なんかそんなに偏見ないんだってびっくりした。そう、わかる。大体クラスに 2,3 人くらい LGBTQ の人っているっていうふうに言われて、クラスに1人は絶対いるっていうね。だから LGBT ってこういうのなんだよって知ってほしいっていうのもあるけど、実際もういるわけだから、その話す人の中にね、だからその人たちを傷つけないような言い方ってどんなふうにしたらいいんですかとかっていう質問とかもらったりした。だからいることが前提で考えてるなんて、私がもっともっと若い時そんなこと考えてなかった。すごくない？すごいなって思った。絶対いると思うのでっていう考えが、もう私が小学校中学校の時は考えてもなかったから、自分がそういう同性とお付き合いするっていう未来も知らないし、なんか全然考えてなかったから、そういうことを考えて、しかもそういうこう傷つけないためのことを考えてる子どもたちっていうのがいて、そういうプロジェクトとかそういう授業っていうのが行われてて、ほんとすごいなって。そういうのをさ聞くとさ、誰がどういじめるって思っちゃう。なんか普通に当たり前なんだよっていうことを言われて、その上でいじめてやろうっていうことって果たして起きるのかなみたいな。
起きるのかもしれないけど、そういうのってさ LGBT だけじゃなくてさ、いろんなことに言えることだからさ、理解がある世の中になってきてる以上、いじめられる確率っていうのはぐんと下がってるから、それでも絶対いじめられると思うっていう人は多分いると思うんだけど、私たちより上の世代の方が結構反対意見を言ってることが多くて、子育て卒業された方とか、年齢言ってる方は私よりも上だった方が多かったんだけど、の小学校中学校の世代とかよりも全然変わってきてはそうだね。確かにその頃で考えたら確かにいじめられるっていうのもなくもないのかもしれないみたいな。でも私が学生の頃でさえいじめられる、そういうことでのいじめって、起きるっけ、見たことないし、その親がどうこうで、本人がどうはいけないよ、いじめることはもちろんいけないけどさ、ことがあるのかもしれないけど、親が同性愛者だからとかっていうほど友達の親に興味がない。わかるし、そんな親に合わない、合わない。そうめっちゃ積極的に参加してくる PTA のお母さんとか印象に残ってるし、お友達のお家に遊びに行ってお茶菓子出してくれるお母さんとか知ってるけど、そんなにみんなのお母さんを知らないし、そんなに興味ないし、母子家庭であろうが父家庭であろうが興味がないっていうのが多分一般的だと思う。私たちの時でさえ別にさ、そんなに知らなかったし、だからなんていうの、いろんな家庭環境の子いたじゃん、シングルマザーの方とか、ハーフの子とか。一緒じゃないって言われたら一緒じゃないのかもしれないけど、なんだろう、そのなんていうの、男女の夫婦がいてそれが当たり前なんだとしたらそうじゃない方、ご両親が何かの事情で亡くなって おじいちゃんおばあちゃんが育ててますとか、いろんな子いましたよ、私の世代でも。そうでしょ。じゃあそれを理由にいじめるかって考えたらどう？なんかそんなよく考えてみてって思う。なんかパッて聞いて多分子供がいじめられるからかわいそうだみたいな、そうやって言ってる人がなんかそう考え方がよく考えてみてみたいな感じしない？なんか私の学校だったら多分いじめられなかったと思うというか、そういう考えの子っていうのをあんまり見たことないかな。小学生ってそれこそさ、教育次第でさ、変わるじゃない。その教育で LGBT がある時点でさ、それを否定する子っていうのはいないと思うし、なんか、考えすぎるのも別にいいのかもしれないけど、そこはなんか考えすぎてもどうしようもないというか、実体験で言うと、私双子の姉がいて甥っ子がいるんだけど、甥っ子がもう小学生で、幼稚園の頃からなんかずっと仲良くしてくる友達とかっているじゃん、で私も結構一緒に遊んだりよくするんだけど、こっちも一緒に遊ぶじゃん、で一緒に行くから、そうすると私たちのチャンネル、ハピライフチャンネルを見てる子とかも結構いたり、行くとさ「2人って付き合ってるの？」みたいな感じで普通に聞いてきたりとか「付き合ってんでしょ」みたいな感じのことなのね。でむしろそんなことよりなんか、私本名でやってないから「名前が違うのなんで？」みたいな、そっちの方が気になる。名前違うのでやってるの知ってるからね、そういうあそこみたいな、付き合ってるとかそんなことよりもそっちみたいなくらい、そんなに気になることではないみたいな。そう小学校3年生とかの子とかだけど、そういう子たちが私たちが付き合ってることに関して気持ち悪いとかってなんか言いそうなイメージあるじゃん、ちょっと、でもしかしたらそういうこと言うのかなとかって思ったりするんだけど、でも言われたこと一回もないし、言いそうにない、そういうことにもすごい寛容だなってびっくりするよね、普通なんだみたいな、逆にこっちがほんとびっくりみたいな感じのことがすごいいっぱいあるから、ドキッとしちゃう、逆にあ、そんなこと普通に聞いてくんだみたいな、今の小学生って進んでる、すごいよね、考え方がすごい柔軟、あとなんか同性の私たちがまるですごい異例の事態だからすごいたくさんのご意見が来るみたいな、例がないからこそ絶対にいじめられるみたいな感じがあるかと思うんですけど、結構同性でそれこそママ2人の子育てしててとか子作りしててっていうご家庭ってめちゃめちゃたくさんあって、で私たちも知り合いの先輩ママさんたちも、お子さん2人いらっしゃってっていうご家庭があって、この間もお会いしたりとかお話しすることとかもあるんですけど、なんかそういうご家庭があるっていうことをまず知らずに結構言われてしまってるのかなっていうのがない、なんかもうあってもうかなり幸せに暮らしてるご家庭っていうのが結構あるのよ、だから私はそういう意味ではすごい安心してる。そういう風に、今も先輩ママさんたち、ママ2人パパ2人のご家庭っていうのがもう見えるから、いじめに遭ってるなんていう話も聞いたことないし、差別的なことをママともパパともの間であるっていう話も聞かないから、あ、世の中そういう感じなんだなって
思ってそこのご家庭をイメージしてるから自分たちの将来は、だからそういうご家庭がたくさんあることを全く知らない方からの絶対いじめられると思うっていう意見よりも、もういじめられたりとかそういうのがない幸せに暮らしてる家庭っていうのはやっぱそっちの方が本当なんじゃないかって思っちゃうけどね。ね、だからそのさ聞いたすごいなって思った話が、不意にねそのクラスで男の子がなんだっけ何なんですか、子供が小学生なんだよね、そこのご家庭のお子さんが小学生で、そのお友達が女の子同士でキスするってどうなのみたいな、なんかキスする人いるらしいよみたいな感じのなんかそういう反応を言ってきた人がいるんだって、そしたら今までだったらさ「何それ?」みたいな感じののが広まるのが多分普通じゃん、普通じゃんじゃないけどなんか想像できない、想像できない。だけどそこのクラスではなんかそんなんじゃないけどそんなんじゃないけど全然変じゃないよみたいな、何が変なの、全然変じゃないっていう普通じゃない人の方が多かった。ほいほいはってみたいなそれは分かんないけど感じの雰囲気になったらしくって、そうだよね。でその変だなって言った一人の子が逆にめっちゃ少数派、そうすごいちょっとなんかめっちゃなんか黙るよねすぐ。他全員が変じゃなくないっていう感じで、その子がマイノリティだったその考えの持ち主がマイノリティだったっていうことだから、やっぱそれくらいになってるっぽいからさ、その子たちがもう大人になった世界ってどうよってなったらさ、すごくない？もうね、私未来すごい期待できる。すごいよね。そう、早く大人になってください、頑張ってください。はい。だからなんかそういう話とかもいっぱい持ってる。私たちもやっぱ気になってるからね、そういうことはやっぱいろいろ情報収集してるからこそ、その全然知らないじゃないけど、分かってない人たち、今の小学生の考え方とかを知らない人たちが絶対いじめられると思うっていうのは違うかなって思いますし、そういう意見を鵜呑みにしないでほしいというか、もしも同じように子育てをしようとかって将来思ってる方とかがいたら、そっちの意見よりもやっぱり本当に身近な私たちがリアルに感じてる意見の方が重要なんじゃないかなって、確かに憶測なわけじゃん。いじめられそうで実際いじめられてないっていう現状いっぱいあってね、だから本当に子どもの教育とかに携わってる人とかなら全然知ってることかと思うけど、私たちはその授業で LGBT のことがあったりとか、なんかそういうことに寛容に育ってる子どもたちがこんなにたくさんいるんだなっていうことを最近すごい実感して、すごい嬉しいなって思ってる部分なので共有させていただきました。知らないことが多いそうだねから言っちゃうっていう部分もあるから、確かにそれはお伝えしなきゃいけないことかなとは思うので、なんかむしろ呼びたいよね。こう実際のお話を話してほしくない？先輩ママに、ちょっと呼びますね今度。じゃあマジでめちゃめちゃ話持ってると思うよ。ママ友パパ友とかもめっちゃちゃんと仲良くしてて、その男手がないっていうことも分かってるから手伝ってくれたりね、パパ友がそう手伝ってくれたりとか、いろんなことをこう周りの人も柔軟にやってくれるっていうのとかを聞いていいなって思います。あと実際前回の動画で言ったみたいないじめられるとか子供がかわいそうなり産まないでくれとかそういう意見とかってなんか顔が見えないからこそ言ってくるみたいな、言えちゃう部分があると思うんで、いくら想像しても自分の子供が目の前ですごいいじめられたりとか私たちに直接文句を言ってくるのとかって想像できなくない？なんか人として面と向かってあなたたち気持ち悪いですって言える人って多分そっちの人の方がおかしな人だからね。そう変わってるよね。嫌いだなって思ってもさ本人に言わないよね。そう仲良くしてくれる人と仲良くすればいいし、陰でなんかちょっとねみたいに言う人いるかもしれないよ、いるかもしれないけど別にそれはどうでもいい。そんなのこちらに入ってこないから。そんなのはたくさんあるからね。他のいろんな理由で多分。だからこういうネット上SNS で言う人って何って。私たちだからこそ言われてることだよっていうことだよね。そう発信してるからこそ不特定多数の顔が見えない方からのご意見が来るけど、実際正直生活していく上でそんな意見を言われることって多分ないよっていうことを伝えたい。はい、こんな感じで今日の動画もいいなって思った人はグッドボタンとチャンネル登録コメントもお願いします。そして私たちは SNS もやってますので Twitter、Instagram、アメブロ、TikTok ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。